動画をご覧いただきありがとうございます。レバーレス鉄拳プレイヤーのケンパチです。この動画はレバーレスの魅力や実際の操作方法を解説する第2弾のものになります。第1弾を見ていない方は、まずそちらから見ていただくとスムーズにご理解いただけると思います。第1弾への動画のリンクは概要欄に貼っておきます。動画の流れを説明します。まずはじめに最速のスラッシュ入力の操作方法を説明します。レバーテクニックの連度にもよりますが、普通の人間であればレバーレスの方が666入力は速くなります。レバーでガチャガチャガチャと頑張っている間に、レバーレスならタタタッと簡単に入力が完成します。これが時代の流れというやつですね。余談ですが、私が新入社員の頃、スマートフォンで訪問先の場所を調べていると、退職間際の方から楽をするな、地図帳を使えと怒られたことがあります。あれは今でも納得できません。次に最速ポンケンの操作方法を説明します。いわゆる波動コマンドになりますが、これができることでポールだけでなくポンケンステップを持っている様々なキャラで応用可能です。最後に挑発ジェッパの操作方法を説明します。個人的に鉄拳の中で挑発ジェッパが一番難易度が高いテクニックだと思っています。私はレバーの時は一度もできたことがなかったですが、レバーレスにシフトしてから試してみると数回に一度くらいはできるようになっていました。ランクマッチで挑発ジェッパ成功すると脳汁ドバドバ間違いなしです。まるでゴッドインゴッド並みの、いやそれはないですね、すいません。それでも先バレカスタマイズの入賞音並みの汁は出ると思います。少し長くなりましたが、ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧いただけるとありがたいです。また、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。配信もしているので、遊びに来ていただけると嬉しいです。ここから実際の方法の説明を行います。注意点としまして、この動画で説明する方法は、あくまで私が行っているやり方の説明になります。入力方法に正解はありませんので、ご参考にお願いします。自分に合ったやり方を探してみるのもレバーレスならではの楽しみになりますね。ここでは最速スラッシュの操作方法を説明します。今回はドラグノフのロシアンフックアサルトで説明します。理由は技を打つときに青く光ってかっこいいからです。もちろん相手は可愛いレイナを選びます。まずアサルトの入力方法は6ニュートラル6ニュートラル 6RP になります。注意点としまして、鉄拳8では最後の6と RP を同時押しにするとスラッシュの入力になりません。ですので最後の6と RP はずらす必要があることを意識してください。やり方は次の通りです。青の6をちょん押し、6をちょん押し、青の6と RP をずらし押し、これでできます。ポイントは2つあります。1つ目は6のボタンを2つ利用することです。試さなくてもわかると思うのですが、1つのボタンを2回押すのと2つのボタンを1回ずつ押すのでは圧倒的に後者が早いです。そのため666入力をする際は6と青の6の2つのボタンを利用することで入力が早くなります。2つ目は最後の6は青の6で入力することです。スラッシュ入力の際、最後の6と RP の同時押しはダメですが、限りなく近い間隔でずらし押しをする必要があります。ずらし押しをする際、左手の人差し指と右手の中指で行うよりも、同じ右手の親指と中指で行った方が短い間隔で打つのが簡単になります。早くするとこんな感じです。最初はニュートラルの部分が難しいと思いますが、レバーレスになれるにつれてできるようになると思うので練習してみてください。次に 2P での操作方法を説明します。やり方は次の通りです。青の4、4、青の4と RP をずらし押し、これでできます。早くするとこんな感じです。
ここでは最速ポン剣の操作方法を説明します。まずポン剣のコマンドは 236RP になります。普通にレワーレスでポン剣を打とうとすると2ホールド6ホールド2を離す RP となります。しかしこれでは2を離すと RP を同時に行うことが難しく、最速で打つことも厳しいです。ですのでここは8のボタンを使います。レバーレスでは2と8を同時に入力するとニュートラル、何も押してない状態になります。そのため2のボタンをホールドして6のボタンをホールドすると3のコマンドが完成し、そのまま8のボタンを入力すると6のコマンドが完成します。この理論を応用します。やり方は次の通りです。2ホールド6ホールド8と RP 同時押し、これでできます。ポイントは8を右手で入力することです。レバーレスであれば普段8は左手の親指で押していると思います。しかし8と RP を同時押しするため、ここでは8を右手の親指で押すと安定すると思います。2P でのやり方は次の通りです。2ホールド4ホールド8と RP の同時押し、これでできます。特に不都合なくできると思います。最速ポン剣のテクニックをブライアンのニークラッシュで応用してみます。ニークラッシュの入力方法はしゃがみからタッチ途中 LK でもできますが、 236LK でも可能です。これができることで立ち合いの中で使うこともできますし、かっこいいコンボもできるようになります。最後に長髪ジェッパの操作方法を説明します。長髪ジェッパとは LP と LK と RK を同時に押して出る長髪の膝が当たった時に16フレームの硬直が相手に発生するので、そのタイミングで6ニュートラル 4RP のジェットアッパーを打つテクニックになります。ジェットアッパー自体の発生が14フレームのため、6とニュートラルをそれぞれ1フレームで入力し、4と RP を同時押しするという激ムズテクニックになります。それに見合うリターンはありますが、対戦でこれを決めている人は本当に尊敬します。まず私はここに長髪ボタンを設定しています。今回のブライアンは壁コンをレクイエム締めにした後など、最速で長髪ボタンを連打することで長髪が相手の受け身に完全に重なるようになります。またできるだけ長髪ジェッパのコマンドを簡略化するために長髪ボタンの設定はしておいた方がいいと思います。やり方は次の通りです。長髪6をちょん押し、 RP と青の4を同時押し、これでできます。コツとしては第1弾の動画で挙げた切り足風神剣の打ち方と同じく6を1フレ入力するために滑り押しが必要です。次のニュートラルの1フレは感覚をつかむしかないのですが、私はニュートラルをあまり気にせず、最初の6と次の青の4と RP 同時押しはほぼずらし押しぐらいの感覚でやっています。レバーではニュートラルを意識する必要がないため、そこの部分に関してはレバーレスの難度は上がっていますが、最初の6を1フレでほぼ安定できること、4と RP の同時押しを安定できることはレバーレスならではの強みですね。実際にやってみるとこんな感じです。
レバーレスといえどさすがに安定しません。これを対戦で決める人は本当に尊敬します。最後までご覧いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。少しでもご参考になれば幸いです。ランクマッチ配信等もしているので、気になる点があれば気軽に質問コメントをいただけると嬉しいです。最後に、チャンネル登録、高評価を押してもらえると私の脳汁がドバドバ出ますので、ぜひよろしくお願いします。